パンデミックの歴史、新型コロナ以前に世界を襲った病魔たち。2020年以降、私たちはパンデミックという言葉が持つ意味を肌で感じるようになりました。新型コロナウイルス感染症は私たちの日常生活、社会経済、そして世界中の人々の価値観に計り知れない変化をもたらしました。しかし歴史を紐解けば、人類はこれまでも幾度となく目に見えない敵である感染症と戦い、その脅威を乗り越えてきました。今回は新型コロナウイルス以前に世界中で猛威を振るい、歴史の転換点ともなったパンデミックの数々を、その影響とともに深く掘り下げていきます。1918年のインフルエンザ、スペイン風邪。まず私たちの記憶に新しいパンデミックの概念を語る上で最も重要な事例の一つが、今から1世紀以上前に発生した1918年のインフルエンザです。一般的にはスペイン風邪として知られています。このパンデミックは第一次世界大戦の終結とほぼ同時期に発生し、混乱と疲弊の極みにあった世界にさらなる追い打ちをかけました。その発生源については諸説ありますが、アメリカ合衆国で最初の感染者が報告された後、急速に兵士の移動とともに世界中に拡大しました。第一次世界大戦中、各国が戦意高揚のために自国の被害状況を隠蔽する中、中立国であったスペインが報じたことでスペイン風邪という呼称が広まったと言われています。しかしその実態は特定の国に限定されるものではなく、文字通り地球規模での流行でした。このインフルエンザは従来のインフルエンザとは一線を画する特徴を持っていました。通常インフルエンザの重症化リスクが高いのは高齢者や乳幼児といった免疫力の低い人々ですが、スペイン風邪は20代から40代の健康な若年層に重症者や死者が多かったのです。これは彼らの免疫システムがウイルスに対して過剰に反応し、サイトカインストームと呼ばれる現象を引き起こしたためではないかと考えられています。症状は突発的な高熱、呼吸困難、そして皮膚のチアノーゼなど非常に重篤でした。パンデミックの規模は想像を絶するものでした。当時の世界人口のおよそ3分の1、つまり5億人以上が感染したと推定されています。そしてその死者数は第一次世界大戦の戦死者数をはるかに上回る推定5000万人から1億人に達したとされています。これは人類史上最も短期間に多くの命を奪った感染症の一つであり、多くの都市で医療システムは麻痺し、遺体の埋葬すら追いつかない状況が生まれました。このパンデミックは単に人々の健康を脅かしただけでなく、社会、経済、文化にも深刻な影響を与えました。経済活動は停滞し、学校や劇場、商店は閉鎖され、社会全体が機能不全に陥りました。また医療の未発達な時代において、感染症に対する人々の恐怖と無力感は計り知れないものがありました。スペイン風邪の教訓は、その後の公衆衛生の発展や国際的な感染症対策の重要性が認識されるきっかけとなりました。ペスト、黒死病など。さらに時を遡ると、中世ヨーロッパの歴史を大きく塗り替えた恐るべき感染症の存在に行き着きます。それがペストです。中でも14世紀にヨーロッパを襲った黒死病と呼ばれる大流行は、その後の社会構造、経済、文化、そして人々の精神世界にまで計り知れない影響を与えました。ペスト菌は主にネズミなどの齧歯類に寄生するノミによって媒介され、人間に感染します。
感染するとリンパ節が腫れる腺ペスト、肺に感染する肺ペスト、全身に広がる肺血症性ペストなどがあり、特に肺ペストは非常に感染力が強く、腺ペストでもリンパ節が黒く腫れ上がることから黒死病と呼ばれるようになりました。黒死病は1347年にクリミア半島からヨーロッパに侵入したとされ、その後貿易ルートや巡礼路を通じて瞬く間に大陸中に広がりました。わずか数年の間にヨーロッパの人口のおよそ3分の1から半分、地域によってはそれ以上の命が奪われたと推定されています。当時の記録によれば、村が丸ごと消滅したり、都市の人口が激減したりといった悲惨な状況が記されています。この大流行は社会に前例のない混乱と変化をもたらしました。労働力が激減したことで労働者の価値が相対的に向上し、農土制の崩壊や賃金労働の普及につながりました。また教会や権威に対する人々の信頼が揺らぎ、死生観や信仰の在り方にも大きな影響を与えました。芸術や文学にも死の舞踏といったペストの影響を受けたテーマが頻繁に登場するようになります。ペストは黒死病以前にも世界各地で大流行を繰り返してきました。最も有名なのが6世紀に東ローマ帝国を中心に発生したユスティニアヌスの疫病です。これもまた当時の地中海世界の人口を大幅に減少させ、帝国勢力衰退の一因になったとも言われています。ペストは近代に至るまで何度も局地的な流行を繰り返しましたが、公衆衛生の改善や抗生物質の開発により大規模なパンデミックは抑えられるようになりました。新型インフルエンザ、アジア風邪、香港風邪、2009年 H1N1 など、20世紀後半から21世紀初頭にかけてもインフルエンザウイルスはその変異能力の高さから繰り返し世界的な脅威として認識されてきました。特に新たな亜型が出現し、人から人への感染が容易になった際にパンデミックが発生します。1957年にはアジア風邪 H2N2 ウイルスが発生しました。このウイルスは中国で発生し、その年のうちに世界中に拡大しました。特にアジア地域では甚大な被害をもたらし、世界全体で推定200万人以上の死者を出しました。ワクチン開発は行われたものの、ウイルスの急速な広がりには追いつかず、経済活動にも大きな影響を与えました。そのわずか11年後の1968年には、香港風邪 H3N2 ウイルスが発生します。これもまた、香港で最初の症例が確認され、瞬く間に世界中に拡散しました。アジア風邪と同様に、高齢者を中心に多くの犠牲者が出ました。世界全体での死者数は推定100万人以上と言われています。この時期のインフルエンザパンデミックは、国際的な監視体制やワクチン製造体制の強化の必要性を浮き彫りにしました。そして私たちの記憶に新しいパンデミックが2009年に発生した新型インフルエンザ H1N1 です。このウイルスはメキシコで最初に確認され、豚インフルエンザウイルス、鳥インフルエンザウイルス、人インフルエンザウイルス由来の遺伝子を持つ、これまで確認されたことのない新型ウイルスでした。2009年の新型インフルエンザは、その感染力の高さから急速に世界中に広がりました。幸いにも、ほとんどの感染者は症状が比較的軽症で済み、致死率はこれまでのパンデミックと比較して低かったとされています。しかし、世界中で感染者が報告され、世界保健機関 WHO はパンデミックを宣言しました。最終的に世界全体で推定10万人から40万人の死亡者が確認されました。
このパンデミックでは迅速な情報共有、国際的な協力体制、そしてワクチンの開発供給体制の重要性が再認識されました。また、学校閉鎖やイベントの中止など、社会生活への影響も少なからずありました。SARS、重症急性呼吸器症候群。最後に、新型コロナウイルス感染症と症状が非常に似ていることから、そのパンデミックがたびたび比較対象となる感染症に SARS、重症急性呼吸器症候群があります。SARS は新型コロナウイルスと同じくコウモリを自然宿主とするコロナウイルスが原因でした。2002年11月に中国広東省で最初の症例が報告され、その後2003年2月に香港で国際的に注目されるようになりました。特に香港のホテルで感染が拡大したことで世界各地への波及が懸念されました。感染すると高熱、咳、呼吸困難などの症状が現れ、重症化すると肺炎を起こし、死に至ることもありました。致死率はおよそ 10% とインフルエンザと比較しても高い水準でした。SARS の感染拡大はおよそ9ヶ月という比較的短い期間で発生し、カナダ、ベトナム、シンガポールなど世界30以上の国と地域で感染者が確認されました。しかし、幸いなことに SARS ウイルスは感染者の症状が顕著になってから感染力が強まるという特徴があり、無症状あるいは軽症の段階での感染拡大が限定的でした。また、国際社会は迅速に連携し、感染者の隔離、濃厚接触者の追跡、空港での検疫強化といった対策を徹底しました。これらの対策が功を奏し、2003年7月には世界保健機関 WHO によって世界的な収束が宣言されました。最終的な感染者数はおよそ8000人、死者数はおよそ800人でした。大規模なパンデミックには至りませんでしたが、SARS の経験は新興感染症の脅威を世界に知らしめ、その後の国際的な感染症監視体制や迅速な情報共有の重要性を認識させる上で非常に重要な役割を果たしました。また、医療従事者の献身的な努力と市民の協力がいかに重要であるかを改めて浮き彫りにしました。これまで見てきたパンデミックの歴史は、人類が常に感染症という見えない敵と対峙し、その度に多くの犠牲を払いながらも知識と経験を積み重ねてきたことを物語っています。ペストが社会構造を大きく変え、スペイン風邪が医療体制の近代化を促し、そして SARS が国際的な公衆衛生協力の礎を築いたように、それぞれのパンデミックは後の時代に大きな教訓を残しました。私たち現代人は過去の歴史から何を学び、未来にどう生かしていくべきでしょうか。感染症は国境や人種、貧富の差にかかわらず、私たちすべてに等しく襲いかかる可能性があります。だからこそ、科学的知見に基づいた正確な情報、冷静な判断、そして何よりも国際社会と地域コミュニティの連携と助け合いが不可欠なのです。過去のパンデミックが示しているのは、私たちが協力し、知識を共有し、準備を怠らなければ、どんな困難も乗り越えられる、ということです。この歴史の教訓を胸に刻み、来るべき未来に備えることが、私たちに課せられた責務と言えるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったとお感じになったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。